そういえばヨナのやつ、出口に通じる直通リフトがあるとか言ってたな。ええ、そちらの方ですね。どうやらこの場所はボルキスタワーの基部付近に位置しているみたいです。そこから高アンクな灯台まで一直線にリフトが出ていますね。それは助かるわね。またあのクソ暑い中を通って帰るのはさすがに面倒だからな。確かに。それにしてももう夕方くらいになるから。そうだね。それじゃあリフトを使って町に帰りましょうか。ああ、そうだな。ちょうど夕方か。今夜は外食だし、仕事もここまでかしら。はい。皆さん、いろいろとお世話になりました。短い間でしたけど本当に勉強になりました。ノエル、こちらのセリフだよ。ちょうど3ヶ月くらいだったわね。私と一緒だったのは2ヶ月くらいですか。なんつうか寂しくなっちまうよな。私も名残惜しいです。それに結社や両兵団、幻獣とか青い花の問題も全然解決していないのに離れるのが申し訳なくって。ノエル、まあ立場は違ってもクロスベルを思う気持ちが同じならいいんじゃない。って僕が言うとうさんくさいかもしれないけどさ。ワジ君、それに一段落ついたらまた戻ってくればいいじゃない。君一応将来を期待されてる身なんだよね。警備隊でドンパチやってるだけより確かに視野は広げられるし勉強にもなると思うよ。もう最後まで生意気なんだから。ま、確かにソーニャ司令もそのつもりでお前を出航させたんだろうしな。ノエルさんさえよかったらぜひまた一緒に働きましょう。そうでなくても休日とか一緒に遊びに行ってもいいし。私も車の運転とか教えてもらいたいです。年齢制限のせいで今回は襲われませんでしたし。喜んで。ありがとうノエル。君の運転と戦闘技術と行動力には何度も助けられたけど、何よりもそのまっすぐなところにいつも勇気づけてもらったと思う。ロイドさん、離れてても俺たちは仲間だ。警備隊で困ったことがあったらぜひ俺たちを呼んでくれ。俺たちもノエルの助けが必要な時は遠慮なく頼らせてもらうから。はい、喜んで。さすがリーダー。一瞬でいいところを持っていきましたね。まったくもう。こりゃお嬢ももう少し頑張らないとな。私は別に。どうしたんだ。すみません、別にそういうわけじゃ。そういうわけって
どういうわけかね。そういう意味でも支援課に戻ってきてもらって続きが見たい気がするね。先輩、和地君。まったくもう。ティオ、何の話だ？まあロイドさんもまだまだ未熟ということかと。ダメ出しされた。今何時だっけ？ってもう朝かよ。はあ、さすがに腹が減ったぜ。あのピザ屋何時からやってたっけ？確かあの店動力ネットを試験導入するとか言ってたよな。ふふん、調べりゃ一発で。あれ？なんだこのゴミみたいなデータ。いや、データじゃないのか？構造体？いや、それよりもはるかに。なんだよこれ。正直考えられないくらいの展開の速さだわ。おじいさまにも確認しようと思ったのだけど昨日から連絡がつかないし、課長も朝早くに本部に出かけたきり帰ってきませんね。国防軍という組織について確認しに行ったんでしょうか？ああ、正直寝耳に水だからな。俺たちだけじゃなくて警察上層部も同じらしいけど。おいおい、さすがにそりゃおかしいだろ。ノエルやミレイユたちの方はどうしてんだ？現在警備隊方面とは連絡がつかなくなっていますね。おそらく問い合わせが多すぎて情報を遮断しているのではないかと。無理もないわ。この資産凍結にしても帝国や共和国が黙っているはずがないし。実力行使も辞さない。国境方面が心配だな。ごめん、不安にさせちゃったか？大変なことが起きてるのはキーヤにだってわかるし、それよりワジ朝から見かけないね。ああ、そういえば。ワジさんなら野暮用で出かけるって言ってました。課長が出た後だったと思います。そうなのか？もうこんな時にちょっと感心しないわね。こんな時に。誰だ？はい、どちら様ですか？よかった、いてくれたみたいね。私よ、セシルだけど。セシルね。あ、セシルだ。
ここに来てくれるなんて珍しいっすね。ごめんなさい、いきなり訪ねてしまって。アリオスさんとかこちらに来たりしていないわよね。アリオスさん。来ていませんが、どういうことでしょう。それが昨べ夜遅くに病院に来てしずくちゃんを連れて行ったの。その場で退院の手続きもしてしまって。え、それって雫が。それでどういう事情なのか確かめに来たのだけど、ギルドのミシェルさんも全く心当たりがないみたいで、それで念のためあなたたちのところも訪ねてみたの。そうだったのか。あのおっさん、なんだってそんなことを。夜遅くというのも普通ではない気がします。とエニグマじゃねえってことは課長じゃなさそうだな。まさかアリオスさん関係とか。はい、こちらクロスベル警察特務支援課。よかった、ロイド君そこにいたのね。あ、通話設定はスピーカーになっていたみたいですね。この声、グレイスさん？そうみてえだな。グレイスさん、どうしたんですか？どうしたもこうしたもあなたたちにも教えとこうと思って。さっきオルキスタワーからとんでもない通達があったのよ。どうやらディーター市長がクロスベル独立国の初代大統領に就任したらしいわ。初代大統領？大統領っておじさまが？おいおい、何の冗談だよそりゃ。私だって最初は冗談だと思ったわよ。でもその通達をしてきたのが白い軍服を着た兵士で、発表されたばかりの国防軍って名乗ったわよ。本当ですか？兵士ってことはまさか。ええ、多分警備隊のメンバーなんでしょうけど、それと驚かないでね。就任直後にディーター大統領が国防長官の任命を行ったの。それもアリオスさんに。え？それってアリオスさん。ちょうどこれから大統領の就任演説が始まるらしいわ。動力ネットでも配信するみたいだから、よかったら見ておきなさい。グレイ先輩、何度か取材許可が下りました。よっしゃ、レイツくんでかしたわ。ごめん、これから就任演説の取材なの。それじゃあまたね。今のは本当なの？わからないけど、アリオスさんが国防長官？長官ということは国防軍のトップ？ありえねえだろ。遊撃士の肩書きはどうすんだ。ディーターのおっさんが大統領ってのも唐突すぎるし。とにかく端末で就任演説を見てみましょう。ああ。皆さんごきげんよう。
この度クロスベル独立国の初代大統領に就任したディーター・クロイスであります。突然の発表で驚かれた方も多いでしょう。ですが現在クロスベル未曾有の危機が迫っています。正義を踏みにじり我々の尊厳を奪い取ろうとする邪悪な意志が迫っているのです。その意志はつい先日もこのクロスベルを恐怖と悲しみのどん底に叩き落としました。聡明な市民諸君ならばうすうす気づかれていると思いますが、私はあえて今日この場でその勢力を名指しで弾劾しましょう。エレボニア帝国政府、それがその邪悪な意志の一つです。もちろんお気づきの通り邪悪な意志は一つではありません。カルバード共和国政府、狡猾な犯罪組織と手を結んでいた彼らもまたクロスベルの平和と尊厳を踏みにじろうとしているのです。彼らは長年にわたりこのクロスベル自分たちの属州として扱ってきました。彼らがどんな犯罪を犯しても我々に追及する権利はありません。そして今もなお豊かな税収をかすめ取られる形で我々は搾取され続けているのです。ですがそれだけではありません。我々は生命の危険すら脅かされてきたのです。この地が彼らの覇権をめぐる争いの場であったことは皆さんもよくご存知でしょう。あくまで昔の話。いいえ、とんでもありません。近年幾度となく起きていた不可解で謎めいた事故、それは爆発事故であったり飛行船の落下事故であったりとさまざまな形をとっていましたが、だが我々はどこかで気づいていたはずだ。原因不明で泣き寝入りするしかなかったそれらの事故が彼ら暗闘の結果であることを。その意味で我々は等しくエイドスの前に罪を背負っている。欺瞞と強打、それがその罪の名であろう。過去犠牲になった魂に報いるためにも、そして先日の襲撃によって傷ついた人々に報いるためにも、我々の子供たちに平和で誇り高き未来を届けるためにも、今こそ我々は欺瞞と強打を捨て誇りと勇気を持って立ち上がらなくてはならない。むちゃくちゃだ。だが確かにそう正されると。ディーター君、そのために私は今日大統領という立場に就かせていただくこととなった。無論これはあくまで迫り来る危機に対処するための
暫定的な処置に過ぎない。いずれ平和を取り戻した暁には選挙という形で民意に問うことをこの場でお約束させていただく。そしてもう一人、諸君もよく知るこの人物が新生クロスベル独立国に協力してくれることとなった。ご紹介しよう。先のクロスベル市襲撃において獅子奮陣の働きでオルキスタワーを死守してくれた人物、風の剣聖の名で知られる遊撃士協会クロスベル支部に所属していた元 A 級遊撃士、クロスベル国防軍司令長官アリオス・マクレイン君だ。ご紹介に預かったアリオス・マクレインです。未だ若輩者ゆえ不安に感じられる方々もいらっしゃるかもしれません。ですが遊撃士の時以上の働きでいかなる脅威も退けることをお約束しましょう。クロスベルを守り抜く盾として、そして正義と平和を脅かす全ての敵を打ち破る剣として。実はアリオス長官はかつては優秀な捜査官としてクロスベル警察にも所属していた。そしてギルドではご存知のように国際的な案件を数多く解決してきた素晴らしい実績を持っている。その意味で決して見当外れな人事ではないということを改めて保証させていただこう。お父さん、どうして？